こんにちは。大工の翔也です。今回は化粧台ですね。この松台なんですけど、これを蹴っていきます。そしてまだ残っている立ち前までの下準備をやっていきます。今回は最初にカンナ掛けですね。材料は松材になるんですけども、20本ほどカンナ掛けしていきます。まず最初にね、カンナを研いでいきます。いつも切れるようにしてる、これがもうベストなんですけど、なかなかね、このカンナだけはさあ削るぞ言って出してきて削れた試しがないですね。やはりその場でカンナの刃だけは研ぐようになりますね。もう自分の砥石も見てもらうと分かるんですけども、普通のキングの1000から1200、そしてもういきなり仕上げ銅をかけてます。3段4段階ぐらいに分けてね仕上げてるのを動画で見ますけども、正直大工が4段階で研いでる人って実際には見たことありませんね。だいたい1000、1200でして中銅をかければもう十分ですね。これで仕上げ、砥石3つですね。今回のお宅はね、小さくて可愛い家なんですけども、松材の化粧紋が割と多いんですね。平紋の数にして20本ぐらいありましたかね。それを手金で仕上げていきます。プレーカットで刻んではくれるんですけども、仕上げはしてくれないんですよね。柱と通し柱なら調仕上げは通してくれるんですけども、このように300から360ぐらいの材料はね、刃物を使ってのこの仕上げっていうのは、プレーカットはできないっていうことなんですよね。ですから最後の仕上げだけを今は大工が仕上げてます。カンナ掛けってね、何回してもなかなか難しいもんやなって思います。正直ね、プレーナーで削ったまっすぐな板をね削ったり、まっすぐな柱を蹴ったりするのはカンナの刃を研いで調整して、そして引っ張ってやれば削れます。でもこういう平紋を削る場合はもう全然違うんですよね。この平紋は狂ってますしね。そしてまっすぐ削ればその平紋の寸法が小さくなってしまうんですね。化粧の木に化粧の木が引っかかっている場合だったら、その敷地が空いてしまうんですね。もう見えるギリギリのラインまで規定の寸法で仕上げたいわけなんです。ですから売れててもそれを 100% 直すわけにはいかないってわけなんです。分かってもらえるか難しいんですけどね、その材料の使い方によってね、削り方も工夫してあります。これで松の平紋のカンナ掛け完了ですね。やっぱ松はカンナ掛けると綺麗ですよね。そしてゲアのポーチ柱3本の足元の金紋をつけていきます。ゲアの柱の根元は石の上に乗せたり、優勝カップのようなものをつけたり、なんか石の2通りですよね。昔ですともっと自然の石もありましたけどね、なかなかボルトを使ったり下のコンクリートと一体化させるとダメな、ですからなかなかこの自然の石はね自然と消えてきましたよね。前回土台製の最後にね、金物の高さを測って記入してあるんですけども、石の上に乗せる場合でもこういう金物をつける場合でも定位置に実際に置いてね、そしてその現物で高さを測っていきます。これが一番間違いないですね。でも3つ並べたらそれが15ミリ差があったと、それではよろしくないんですね。15ミリ違うとね、隣との差が分かってしまいますね。やっぱり5ミリから6ミリでしたら、もう現物そのままの高さを拾った方が自分はいいと思います。5ミリ以上あったら統一して下にパッキンをする、そういう風に持ってきます。足元の金物は形状いろいろあるかもしれないんですけども、この形は金物に入る部分はもう少し細くなってるんですよね。その部分だけを細く
こうしないとカップが収まらない。で横からビスを2本留めてやるタイプなんですけども、ノコだけで仕上げてもいいんですけども、なかなかこのノコだけで仕上げるのはね、前もやったことあるんですけど、ノコがこの胴付きまでいかないっていうことなんです。今回はこの溝付きでやります。一面深さを揃えてやればその4面できれいに入ってくれる。ノコ目だけをきれいに入れて、そしてこの溝付きで1センチほど細くするんですけども、これの方が4面きれいに細くすることができると思います。こんだけ余裕を見てある。この節が欲しかったな。そして金物優勝カップをつけます。正面から見てね、やはりこのビスが横手になるように、正面に来ないようにカップはつけます。これでポーチ柱3本完成です。そしてこのポーチの屋根だるきですね。屋根だるきが化粧なんです。ですからクレカットでプレーナーはかけてあるんですけども、電気ガンナーできれいに仕上げてやります。そして最後に金掛けで仕上げた松の平門にこの養生の紙を貼ってあります。建前1日だけのことなんですけどね、やはりワイヤーに擦れたり、この汚れがね削った生地につきますとなかなか取れないんでね、そのためにもう1日しのぎの紙になるんですけども、貼ってもらいます。そして金物の下準備をしておきます。下準備言うても座金とか羽子板の一組、そういう風にセットにしとくってことですね。そしてこの金物の数ですけども、壺数と比例するわけでもないんですよね。木柄が大きくなれば羽子板は全部2本ずつかけるようになります。大体は建物の大きさに比例はしますけども、材の大きさ、それによって簡単に倍の数になります。これがね、昔はほとんど使わなかったんですよね。火打ちボルトを使って羽子板を申し訳ぐらいにこの本屋の四隅とかね、丸太にちょっと使っただけだったんですよね。これが震災が起きるたんびに増えてきましたよね。そして建前前々日の材料運びですね。材料卸しはユニックで行います。よほど地面が狭かったりね、足場が先に組んであったり、そういう場合はクレーン車半日使いますけども、基本的に材料卸しはユニックで行います。この現場はね、おかげさんで本当にこのお屋敷が広いんでね、十二分にこの種類ごとに重ねずにこの置くことができました。材料を重ねないっていうことだけでも結構仕事は早くなりますね。これで立ち前前のね、化粧門の削り門、柱の程付け、立ち前前のもろもろできました。そして先ほどようやく現場にね、材料を下ろすことができました。これでいつでも立ち前はできます。明日
足場を組んでもらってね、で明後日から垂れてきます。以上、大工の塩谷でした。